皆さんこんにちは。前回の動画では高所の様々な作業に使える万能ツールドラ吉棒1とドラ吉棒2を制作し、それを使って離れの軒下を調査した結果、とんでもない問題が発覚してしまいました。実はこの場所は毎年3月に必ず蜂が巣作りに来て、その度に怖い思いをしていた場所でした。僕は過去に突然お庭で顔面を刺されたことがあり、それ以来申し訳ないと思いつつも、蜂だけは毎年必ず駆除をしていたのですが、それでもまた3月になると、どこからともなく新たな女王蜂がやってきて、なぜかまた同じ場所に巣を作り始めます。そして前回、ドラ吉棒によるカメラ調査で僕が見たのが、壁裏に通じていると思われる謎の空間でした。あの後僕は内視鏡カメラを使ってさらなる調査を行ったのですが、やはりあの空間はどこまでも続いていたことが分かりました。というわけで今回は二度と蜂が来ないようにするための緊急対策ですが、今回のようなケースは実はかなり難しい問題になります。対策の仕方によっては蜂どころではない重大な問題につながる可能性もあるので、同じ問題でお悩みの方はぜひ最後までご覧ください。はい、というわけで今日は3月の1日、一応ね昨日の夕方にそのね軒下調査をしまして、で内視鏡カメラ使ってもねちょっと中の様子は暗くてよくは分からなかったんですけど、はっきり分かったのが、そこの壁から出てるこの木材、この一番上がこれムナギっていう木で、これがモヤで軒下駄っていう木なんですけど、その上がねこれ全部外壁材が切られて開いてるんです。でなんかずっとつながってるんですよ。でこれが何を意味してるかっていうと、開いてる穴が1箇所であれば施工不良とかもしくは手抜きなのかなって思うんだけど、これ反対側も含めて全部開いてるっていうことは、これはねあえてそういう構造にしてある可能性がすごく高いんですよ。つまり壁裏に空気を通すことによって湿気を逃がすような構造にあえてしてる可能性があると。でその場合に僕がねこれ完全に物理的に塞いでしまうと、結局もう湿気が逃げなくなっちゃって中の木材が腐食しちゃう可能性があるので、通気の観点でも完全に塞いじゃうのはまずいっていうのと、あとこれねちょっと気をつけなきゃいけないのが、まず一般の方はねちょっとこれやらない方がいいです。もう専門業者さんに任せた方がいいです。っていうのが、今日はもう僕待ったなしなんでやっちゃいますけど、もしね中にネズミとかコウモリがいた場合ね、その場合にね物理的に塞いじゃうといろんな問題があって、構造にもよるんだけどね。でこういう場合に絶対にやっちゃいけないのが、まず中で殺虫剤を散布したりバルサンを焚いたりすることですね。でそういう殺虫系の薬剤っていうのは可燃性のガスをね発生させることがあるので、もし中に電気配線が通っててネズミがその配線をかじって配線の中が露出してた場合にね、可燃性のガスに引火して発火しちゃう可能性があるんで、それはまず絶対にやっちゃいけないっていうのと、あとそれを使った場合に中でねネズミとかコウモリが死んでしまうと腐食して強烈な匂いを発生させたりとか、あとはウジとかねそういう虫が湧いちゃう可能性っていうのがすごくあるので、それはちょっと一番最悪なパターンなんで、ここは離れですけどね、家の中がもうそれでずっと臭いっていうことになりかねないので、それは絶対にやっちゃいけないっていうのと、あとそもそもコウモリがね多分日本の法律だと鳥獣保護法で保護されてるから、捕獲とか駆除はしちゃいけないと思うんですよね。ちょっと間違ってたら申し訳ないけど、だからコウモリに対してはそういうことは一切できないと。でネズミに対しても絶対やらない方がいいと。で、今回ね穴が一つだった場合に中の空間が確認できて、もしね生き物がいないことが確認できたら、ちょっとね穴が小さかったらコーキングだけでいいんですけど、穴が大きかったらまずねステンレスたわしをそこに詰めて、でそこに発泡ウレタンとコーキングでもう完全に塞いじゃおうと思ったんだけど、今回の場合はその方法は適切でないと判断したので、一応今日ね3月1日でもう1週間2週間したら蜂が来ちゃうと思うので、一応今現在蜂がいないことははっきり確認できたんで、もしいたらねちょっとでもつついたりしたら中からすぐ出てくるんで、あれだけ中まで突っ込んでねグリグリやって何も出てこないっていうことは少なくとも蜂とコウモリはいない。でネズミが入ってる兆候もないからネズミもいないとは思うんだけど、ネズミがいたらさ糞とか、あとあの辺にススがついてたりとか、それから木材とか配線とかをかじった跡があるから分かるんですけど、今回全くそれがないのでネズミもいないとは思うんだけど、
でもしネズミがいてもね、そこから出れなくなってもこの感じだと全部がつながってるから、屋根裏とかどこでも逃げられるところはあって、出れるとこっていうのは必ずあるから、ここ塞いでも一応問題になる可能性はすごく低いので、今回は通気は維持させた状態で虫とか小動物の侵入は防ぐようにやろうかなと考えています。で実際どうやって施工するかというと、はい、こちらですね。こちらまずこちらがステンレスメッシュで、面の大きさはこれ20メッシュっていう大きさなんだけど、これだとね、もう小動物はもちろん虫も一切入れないので、うちにねアルミのメッシュなら、そういうとこで使ってるねアルミのメッシュならあるんだけど、ああいうところだとステンの方がねもう強度が全然強いので、耐久性と耐候性もこっちの方がねはるかに高いんで長持ちするんで、このステンレスのメッシュをちょうどいい感じで切って、木材の部分にこのタッピングトラスで打ち付けて、押さえつけると、タッピングトラスっていうのはこの頭が平べったくて大きくなってるやつですね。これで押さえつけるように留めるという感じで施工したいと思います。あとはねちょっと気になるところがあったら、この外壁とかに使える耐候性の高いコーキングで塞ごうかなと思ってます。一応ねそこに毎年来てる蜂ってアシナガバチなんですよ。スズメバチとかは来たことなくて、アシナガバチが毎年来てるんで、もしかしたらその穴の奥に古い巣が残ってるかもしれないんですけど、ここでまた気をつけなきゃいけないのが、スズメバチとかだったらもちろん絶対自分でやっちゃダメなんですけど、その巣が残っててまだ蜂がいる場合ね、その場合はまたちょっと塞いじゃうといろいろちょっと問題があるんですけど、アシナガバチの場合は古い巣っていうのはね再利用しないんですよ。今現在いないこともはっきり分かってるし、もし中にまだ古い巣があったとしても、アシナガバチの巣って大きさ自体は小さいし、特に塞いじゃってもね問題はないということで、早速これから作業をしていきたいと思います。というわけで、裏庭散歩でこの前を通る猫たちのためにも、この問題は今日で完全に解決させたいと思います。まずはちょっと難しい左の軒下駄から順に貼っていきます。ステンのメッシュは普通のハサミで比較的簡単に切ることができますが、蜂や小動物が食いちぎるのはまず不可能です。少し大きめにカットし、まずは1枚目、角の部分は包み込むように立体的に貼り付けます。ビスは外壁には打たず、木材部分に打って固定します。トラスネジならワッシャーは不要ですが、鍋ネジを使う場合はワッシャーも併用すると、より広い面を抑えることができます。隙間に合わせてネットを潰し、反対側も打ち付けます。これで1箇所目が完了です。続いて8スポットその1のもやの上。形状的にはこちらの方が簡単です。よし。これでもう絶対に侵入できません。でこの辺のコーキングが切れてるところはちょっと今回は時間がないから飛ばして、また今度時間がある時にやるんで、とりあえず穴だけ優先して塞いじゃいます。
この辺もみんなねコーキング切れちゃってるんだけど、ちょっと今回は時間の都合上飛ばします。続いて一番高い胸木の上ですが、こちらも問題なく作業できました。ネットを張ってもどうしても隙間ができてしまう場合はコーキングも使えば大丈夫。とりあえずネジがしっかり効いていれば虫やネズミに持ち上げられることはありません。続いて右側のもやも同じように塞ぎます。脚立作業は本当に事故が多いのでその点は要注意です。蜂がいないことが分かっているので安心して作業ができます。これでこちらも通過できるのは空気と湿気だけになりました。続いて蜂スポットその2の右側の軒下駄ですが、こちらは真上ではなく右側に通気口があります。これでもそっちは蜂入れないと思うんですけど、ここも蜂来るんですよね。ここちなみにこれまでここは顔を近づけてみるなんて怖くて絶対にできなかったのですが、今それができるのはドラ吉坊のおかげなので、これだけでも作った甲斐がありました。よし OK、 塞がりました。これでこっちの面は全て塞がりましたね。いやよかったよかった。そうしたら反対側もやってこよう。同じ作業なので反対側の様子は省略しますが、こちらは脚立を立てるのに十分なスペースがないので作業がしづらくて大変でした。よし、これで一応全部一周塞がりましたけど、あとあれですね、最後に結構ね隙間空いてるとこもあったんで、そういうところをコーキングで埋めていきたいと思います。ちょっと太めに出します。よいしょ。この離れは母屋と違って少々作りが荒く、正直取り壊しも検討した方が良いくらい痛みも出ていますが、解体にも大金がかかってしまうので今回は応急処置です。一物屋と物置についてはこのような通気構造にはなっていないので、ここだけしっかりやっておけばとりあえず安心です。というわけで作業なんとか完了しました。で一応ね、網の端部はやっぱりちょっとねやると見た目が汚らしくなっちゃうんで途中でやめて、結構この離れに関してはね母屋と違ってボロボロというか傷みがひどくて、隙間がね結構あちこちあったんですよね。なので隙間のひどいところだけコーキングで埋めて、とりあえずこれでもうハチさんは絶対に入れないと思います。こうして足長鉢の超有料物件はこの日をもって閉鎖し、ようやく我が家に平和が訪れました。これでもう怖い思いをすることもなく、猫たちも安心してお散歩に連れ出すことができます。念のためその後もドラ吉棒を使って異常の有無を確認していますが、今のところ問題なし。やはり取り残されている動物などはいないようです。繰り返しになりますが、壁の中の状態がわからないのにいきなり塞ぐのはかなりリスクが高く、もし動物が潜んでいた場合、今度は別の場所を壊して出てきます。中にいるかどうか調べる方法はこの通り。通気構造になっている場合は、通気層を壊さないように塞ぐことが重要です。それから足長鉢の年間スケジュールはこの通りで、12月から2月の巣は誰も住んでいない空き家状態なので、撤去や対策はこの時期がベストです。とはいえ、あくまでも僕はこの作業を DIY で行うのはあまり推奨しませんが、
とりあえず同じお悩みを抱えている方の参考になれば幸いです。というわけで本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。